にちは。今回はウマ娘シンデレラグレイ第2話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。2話目から全力出してるな。決着つかんのかわいい。めっちゃ引き伸ばしてると思ったら次回に続いた。ウマ娘でこういう引き珍しいな。深夜枠なら今週で決着ついてたな。やっぱレースシーンは熱いな。いいとこで自習持ち越しとかやめろ。引っ張るけど結局勝つのでしょう。あれこのトレーナーさん相当優秀なんじゃ。 BGM かっこいい。 BGM の使い方ええな。顔まだじゃなくてプリティ不在アニメ。プリティは置いてきた。そもそもシンデレラグレイはプリティダービーを冠してないんだ。 200m 投げ。100坪時空だったら1ヶ月かかるぞ。残り100ならオグリやろ。いいとこで切りやがって。遠心力ベルのライトちゃんかわいい。かわいい。どこかで使えそう。遠心力がかかってる時に使えそう。絵柄再現やで最高かよ。体感3分だった。やばい、かなり出来がいいわ。2話でデビュー戦終わらないのか。正直1話より良かった。このペースだと笠松終了は6話くらい。原作には3話を強調か。来週は5話までやるの濃厚。訂正。サブタイ的に原作4話5話を A パートで終わらせて B パートで6話消化っぽいな。文句なしで面白いな。前評判以上だわ。800m でこんだけ尺取ったら有馬記念やジャパンカップどうすんの。盛り上がりどころ以外は実況で流せるんだから、そんなに尺取らんだろう。来週まで長いよ。原作は打ち切り避けるために笠松を予定より足早に終わらせたからな。本来はもっと時間かけてやりたかったらしいし。塩だれ焼きそば大数に白ご飯を食ってる。仕掛けの一歩は大げさでも良いからもう少しはっきりしてもよかったかな。レースをじっくり見せてくれるのはいいね。展開や駆け引き、こういうのが見たかったんだよ。このベルノって実際にいた馬なの。アニメオリジナルキャラ。ツインミーが求めた名前はな、わかるだろ。コナミが許可くれなかったのかと思ったけど、そういやコナミは馬訴えてたんだっけ。悲惨だな。モデルの馬はいる。そもそもシングレ自体漫画のアニメ化なのでアニオリではない。馬としてのモデルはいないんかな。立場的にはオグリと一緒に中央までついていった装蹄師の人らしい。ほんまにべっぴがんなんやな。おしゃれに気を使おうぐり。 SE それっぽくて草。ガンダムみたいな音。キュピー。ガンダムじゃねえか。ちゃんと使った。映像でないラジオを意識してるんだな。カラーリングガンダムだしな。でもこういうのって他のウマ娘も教えられてるのでは。足首を鍛えすぎたか。スポコンアニメか。笠松競馬場はこんなに綺麗じゃないだろう。プリティどこに行ったの。トランザ無視そう。 BGM やっぱりガンダムじゃないか。ウマ娘1期2期や RTTT もこのクオリティでやり直してほしい。このペースだと中央遺跡まで1クール使っちゃうんじゃないの。大型企画だし複数シリーズの可能性はあるな。3クールくらい使えばいいよ。牧場王も中山の直線が 5km ぐらいあるからな。牧場をそのまんまのノリでウマ娘をイケメンにしたら絶対流行ると思うわ。おめえらが百翼の例えをするからアニメも本当にキャプテン翼のような終わり方しただろうが。百翼はもっと引き伸ばすから。新馬戦でくっそ強かった馬といっぱいいるコンドルパサー。こんな熱いノリですが最終回では馬ぴょいします。するよね。笠松編は長くても6から8話や。まあ原作の原作はできてるけど原作は終わってないからな。天皇賞終わってあとは有馬でライアンやろ。リタちゃんは出ないの。帝王すら出るのかなり後なので。史実だと1987年だぞ。オグリってクラシック3冠で出てたら取れたん。菊は無理やろけど2冠は取れたやろね。皐月賞とダービーは取ってそう。菊は無理かも。ライブはまだか。この頃
北原のチームに誰も所属していないのにも実はちゃんと設定があります。なんか悲しき過去ある。なんかやらかしたんやろ。笠松所属で管理場がいない。あくふん。深夜の方の馬娘にはあんまりなかった。レースや走り方に関する理論が豊富だよなこっち。今のところ普通にアニメ馬娘してんな。そのうち原作の漫画みたいになるんだろうけど、もしかしたら来週は特殊エンディングで〇〇あれやるんじゃないか。トレーナーがしっかりアドバイスとカメニュー組んでトレーナーしてるのに驚いた。こういう描写をたくさん見たい。中央編はレースメインだけどオリジナルでちょくちょくやってほしいわ。一期は多少あったけど。ウマ娘シンデレラグレイ、今までのウマ娘で一番面白いわ。オグリキャットのダウナーな性格であんまり熱くなくて、でも静かな闘志を持ってるところがいいわ。地方競馬が舞台で最初から頂点を目指してなくて、ただ走りたいというのがモチベーションなところがいいわ。決着直前で引きか。原作3話までか。原作2話でアニメ1話のペースでいくのかな。コーナーとか馬娘の目線で描いたのが迫力あってよかった。今までだと横とか上からだからね。オグリにぶつかった目隠れのこと途中まで1位だった子。オリジナルデザインだけど可愛いんだよな。1位の子の胸元を開きしながら号泣してる単行本のおまけイラスト好きだけど、アニメではやらんかな。レースの BGM がガンダムの戦闘シーンみたいな雰囲気だったのは河合健二だからか。プッピガンそのままの音源は権利的に難しかったか。このレースって実話なの？基本的に原作通りだよ。ここで言う原作とはコミックにあらず。シングルなんか見やすくていいな。なんか少年漫画っぽい。少年漫画だよ。足毛は走らないと言われてた時代に地方から足毛が殴り込みしてきて、当時中央でも足毛が最強に躍り出て足毛同士で最強決戦するとか、原作がもう少年漫画すぎるんだよ。オグリキャットって史実でもこんな食いしん坊だったの？はい。恥ずかしがるオグリ可愛すぎんだろ。オグリも口数は少ないが、恥ずかしいという気持ちがあるのは女の子なんだなと思った。お母さん好きすぎる設定いいわ。母親からの荷物玄関街うろうろオグリも可愛かったな。藤間様内、初期のライバルとしてすごくいいポジションによるねん。プリティダービーが消えただけでここまで勝ちになるんか。ガンダムエクシアやブラッドスタークが見え隠れしそうな河合健二 BGM 好き。モブ娘の可愛いシングレ、サウスヒロイン可愛くね。レース走ってるんだからあれだけど、女の子が主催感化をしてるな。褒め言葉。まだデビュー戦なのにこんなに激アツ作画なのすげえな。ゴール直前の直線にプリティは置いてきた。これがっつり1クールで笠松編じっくりやるつもりなのかなって思い始めてきた。オグリキャップさんが髪飾りをつける時のブッピガンできっちりガンダムっぽい効果音をご用意してくるのギャグに真面目で好きだ。ラジオ聞いてるお母さんにアピールするために実況の紹介のタイミング合わせて髪飾りつけるオグリキャップかわいい。シンデレラグレイのモブウマ娘って言ってみればアニメプリティダービーシリーズでいうところの現実スティールレベルの美女のウマ娘めっちゃ出てくるから期待してよいと思う。走れるから走る。生まれつき足が悪かったオグリキャットにとって立って走れることが奇跡だったから出たこのセリフが刺さる。東海ダービーをかけた藤間様アチとの一騎打ち。赤い瞳と青い瞳がライバル感を演出してるのもあって熱い。毎週面白いな。読んでないので細かいところの結果わからんのもまたいい。プリティ要素のないレースとゆるいシーンも入る日常でバランスもいい。中央とはまた違う。信じていいかもから始まる北原と小栗の関係もいいな。ほんと丁寧に作ってくれてるな。原作にはなかったシーンがたくさんあるんだけど本筋を補填する形で入ってる。めっちゃ見やすい。そしてレースシーン厄介。これまだデビュー戦ですよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひ
チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。